はい、皆様こんにちは。神戸街中散歩高谷でございます。今回ね、前回の続きといたしまして、六甲アイランドで UFO 出現、それと、あと宇宙船でぐるぐるっていうね、よくわからないね、題名になってますけれども、こちらね、前回終わりました南魚崎駅をね、出たところですね。なんかギュルーンと目が回るような感じになってますけどね。それでまたね、六甲ライナーの、走行映像に戻りましたね。こちらね、六甲アイランドの中の様子ですね。また後で出てまいります。はい。それではね、またね、走行映像に戻ったんですけども、これを振り返りのんびりと進めてまいりましょうか。それでね、また走行映像に戻ってまいりました。目の前に見える H 型のね柱みたいなものが六甲大橋でございます。で、六甲大橋入る前にね、六甲ライナーの軌道が大きく離れていきまして、真ん中をね走るのが六甲アイランドから神戸の方にね向かう道路がありますね。で、逆にね神戸から六甲アイランドの方に向かう道路はこの下をね通っておりますね。で、この六甲大橋、柱がね2つ2連の斜張橋になっておりますね。で、この六甲大橋なんですけども、1976年昭和51年にね完成いたしました。このね六甲アイランド自体は1972年昭和47年からね工事が始まりましたんで、約ね3年くらいで街ができた感じですね。で、目の前大きなねビルとかが建ってまいりましたね。そうこうしているうちに駅が近づいてまいりましたね。はい、こちらがね、アイランド北口駅でございます。で、こちらね、九州の大分や、新門司の方に行くねカーフェリーの、乗り口駅となっております。はい、ではね、アイランド北口到着でございます。それではね、このアイランド北口でちょっとね、降りてみましょうかね。はい、でこちらがねアイランド北口の改札口でございます。で、改札口降りまして外へね出ましたらすぐにね、フェリー乗り場行きのね看板が見えてまいります。こちらですね。はい、こちらね大分新門司行きとなってますね。サンフラワーであるとか阪急フェリーの、ね、乗り口です。出ましたね。すぐにね左へ曲がってで橋をね渡りましてすぐのね、交差点というかね曲がり角を右へ曲がってでまたねすぐに右へ曲がります。このようにね、表示看板出てるんで分かりやすいと思います。で、階段を降りまして下へね降り切ったところを今度はね左へ曲がりましてでね大きな道路出ますんで、その大きな道路をね左側にバス停がございます。こちらのバス停ですね。こちらからフェリー乗り場までは料金はかからなくて行けるということですね。バスは阪神の魚住駅と JR の住吉駅を経由してまいりますね。はい、それではね、アイランド北口を出発をいたしまして次のねアイランドセンター駅の方へ向かってまいりましょう。この六甲アイランドのねショッピング街はこの次の駅の、真ん中に、ね、なっておりますね。六甲アイランドの中はね駅が3つしかございません。ちょっとねかなり小さな、ところでございます。はい、と言ってるうちにね駅が見えてまいりました。目の前なんかね変な形の建物ありますよね。パッと見ね、UFO かなっていうような感じのものありますよね。左側ね。はい、ということで六甲ライナーはアイランドセンター駅に到着でございます。それではねこちらも降りてみましょうかね。で、こちらね、UFO のような形はねファッション博物館美術館ですかねですね。で、このね階段は結構ねおしゃれな階段になってます。で、階段の、ね、一番、上の方に上がったところがこちらね、神戸っ子遊び広場六甲という感じになってますね。真ん中の子供が跳ねてるのがね、空気の入ったゴムのトランポリンですね。ぐるぐるぐるっていう感じでね、なんかサーカスのねテントみたいですね。
で次にやってきたのが反対側のビルで神戸ファッションマートっていうところでなんかね宇宙船のようななんかそういう雰囲気のビルですよね。幾何学的な感じのねところで、ここ1階ね外からは入れないんで2階から一旦ねエスカレーターで下へ降りてくるっていうなんか変な入り方をするんですよね。こちらがね2階から降りてくるエスカレーターですね。なんかデザインが独特でね、上もねなんか宇宙船のようでしょこれね。でぐるっと見てねヒューンという感じでね、なんか目が回るっていう感じでね、本当に宇宙空間のような感じでしょこれね。外光が入ってこないんですよね。はい、それではねまた、六甲ライナーに戻りまして、次がね最後の駅になります、マリンパーク駅になりますね。はい、ずーっとね列車が飛ばしていきまして、これね倍速になってるんでね、実際こんなには速度は出てないですよ。はいでね、もうすぐ駅の方に到着いたします。でここのね、線路切り替わるんですけど、これがちょっとねびっくりしたんですよね。目の前切り替え見えると思うんですけど、ガイドがねないのにスーッと曲がっていくんですよ。ほらスローモーションで見てもガイドがないのに勝手に曲がるでしょ。これねなんでかなと不思議で仕方ないんですよね。反対側もね多分ね電子制御で曲がってるんですかね。なんかすごいですよねこれね。はい、そうこうね言ってる間に、終点のねマリンパーク駅に到着でございます。こちらでね終点でございます。住吉駅からでもね10分かかるかかからないかぐらいですね。もうあっという間に終点まで来てしまいます。でね、到着をいたしました。でこれねマリンパーク駅を降りましたらねこんなね、デザイン的な街に出てまいります。はい、でね銅像であるとかね噴水とか、今噴水はね、出てませんでしたけどね、ちょっとね寂しい感じの街でしたね。はい、枯れ草とかね落ち葉とかねいろいろあってね。でこちらが次の橋なんですけど、石の橋でね、橋というか境目ですかね。だから下の方にね降りれるような感じになっているようですね。はい、前の方ね、アイガモかマガモかどちらかがねのんびりと泳いでましたね。はい、前ねマリンコートってなってるんですけども、ちょっとね寄ってみましょうか。なんかねやってるのかやってないのか。はい、これマリンコートでなってるんですけど、はい、なんかガラーンとしてね、何にもないですね。多分フードコートかなんかあったんですかね。でね、その駅の反対側にね、昔の、これはプール施設ですかね。なんかね、大きなバケツがひっくり返るのとかね、あと奥の方ね、ウォータースライダーがありますよね。はい、プールがありましてね、プールはあるんですけど、こちらね、デカパトスというところだと思うんですけども、はい、もうね、残骸になってましたね。はい、こちらね、ガラスの、ベンチでございます。夜は光るんですかね。夜ね、まだ来てないんでよくわからないんですけど、多分光るんでしょうね。結構ね、芸術というかね、ファッションの街という感じで六甲アイランドできてるんで、こういうね、おしゃれなところが結構多いんですよね。はい。で今度はね、木の橋を渡ってまいります。はい、これね、橋を渡っていきまして、で渡り終わったところにね、大きなマンションが建ってるんですけども、はい、でこちらのマンションの方がね、パッと見ね、ホテルのような外観だったんですけども、よく見るとね、住宅なんですよね。イーストコート11番館っていうね、これ介護付き住宅みたいなんですよね。六甲アイランドね、こういう高齢者のね、介護付き、マンションとかがあるようですね。で、こちらがね、飛び石的な運河を渡るところがあって、大丈夫かなとね、恐る恐る行ってます。ぐらついてね、ここ、水の中落ちたら結構冬寒いんで大変ですからね。風も結構今日きついんでね。
はい。でね、どんどんと歩いていて、目の前ね、ちょっと変わった建物あるんですけども、目の前がね、結婚式場になってます。今はね、もう何もされてないようで、残骸になってますけどね。はい、結構ね、いいでしょ。で、ここもね、せせらぎのようになってましてね、右の上の方から水が流れてきておりますね。で、右の奥の方にね、旗がね、あるんですね。で、このような人魚の絵とかね、いろいろありましてね。はい、今回ね、動画いかがでしたでしょうか。六甲ライナーの残りと六甲アイランドのね、ファッション的な場所を紹介してまいりました。今回動画がね、良かったと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどね、いただきましたら嬉しいです。それではね、また次回お会いするまで、さようなら。